2022年コスモス国際賞受賞者フェリシア・キーシング博士。キーシング博士は自然生態系の生物多様性と人獣共通感染症病原体が人間社会へ伝播するリスクとの関係性を実践的な調査研究によって明らかにし、ポストコロナ時代における自然と人間の共生の在り方に科学的な示唆を与えられました。1966年1月24日にアメリカのカリフォルニア州でお生まれになりました。幼い頃より海や森の自然に囲まれてお育ちになり、4歳の頃には言語学者だったお父様のフィールドワークでソロモン諸島にも同行されました。お家のあるサンタクルーズの農園で乗馬を楽しみながら少女時代をお過ごしになりました。スタンフォード大学に進学された博士はボート部で活躍されるなど活発な女性に成長を遂げられました。卒業後はマイクロソフト社で働かれたり、中国で英語教師をされたり、高校でコンピューターサイエンスを教えられたり、さまざまなことをなさいましたが、生物学を学ぼうと決心され、大学院に進学されました。カリフォルニア大学バークレー校に進まれた博士は、ケニアでのフィールドワークに参加され、その後の研究活動のきっかけになったとおっしゃっています。シマウマ、ゾウ、キリンなどの大型哺乳類がいなくなると、サバンナがどうなるかという研究です。この研究で、サバンナに住む人々が大型哺乳類からさまざまな恩恵を受けていることを明らかにしました。それ以来、人間と家畜や野生生物が同じ場所に暮らす場合に得られる環境、経済、社会的な関係性を明らかにする研究を続けてこられました。これはご長男がお生まれになった2001年頃、共同研究者でご主人のオストフェルド博士とのお写真です。アフリカのケニア、そしてニューヨーク州のアルスターなど、ダニを採集し病原体を調べるフィールドワークを続け、時にはご長男のジェイコブさん、ご次男のベンさんが同行されることもあります。ジェイコブさんたちが持っている白い布を草むらに当て、ダニを採集します。そうした数多くのフィールドワークを重ね、研究を長期間継続することによって、病原体が種を超えて伝播する生態学的メカニズムの解明に至りました。これは被釈効果を説明した図です。左の図、大型動物を含め多くの生物種がいます。多様な生物種群は病原体の多様性ともなりますが、人獣共通感染症の病原体の豊富さとはなりません。多くの生物種がいる状態では、病原体の種数は豊富ですが、片や人獣共通感染症を含めた病原体の数はそう多くなく、希釈されるということです。色を変えたコロナ型の病原体は、ここでは2つです。これは人の介入により大型の動物がいなくなり、伴って人獣共通感染症を補菌する飼育動物や小型動物だけがいる図です。一時的に病原体の種類も数も減り、色を変えた病原体は一つになっています。これは大型動物の生息場所に飼育動物や小型のネズミや鳥などが増えたもので、これにより人獣共通感染症病原体の数も増加するというものです。色を変えた病原体は5つになっています。言い換えれば、人の多い環境では一般的に大型動物を含む多様な野生生物が生息できないため、人間の環境に適応できた
一部の生物種ばかりが増え、そうした生物が特定の感染症を広く媒介してしまうということです。博士はおっしゃっています。私は大学卒業後、さまざまなことを経験した後、大学院に進学しましたが、研究者として生きていこうとは考えていませんでした。そして小さな大学でキャリアを積んできました。しかし、このような本流の研究者とは異なる経験が、その後の研究に良い影響をもたらしてくれました。博士は学生に科学的リテラシー、科学を理解し、知識や能力を活用する力の大切さを教えています。それは学生たちが後の世代を担うとき、私たちが今行う選択がとても大切であるからと。リベラルアーツを特色とするバード大学で教授を務めていらっしゃる博士ならではのお言葉です。感染症の研究の科学的啓蒙活動、あらゆる研究者とのネットワーク、学生たちとのコミュニケーションを通して世界へ発信するだけでなく、後進の育成に今後も貢献されることを記念しております。フェリシア・キーシング博士、おめでとうございます。